はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。2月ってかなり星が動く重要な転換期なので、12星座共通になりますけれども、星の動きを解説した動画をすでに公開していますので、まだそちらご覧になってない方はぜひご覧になってからこの動画見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。デビルの逆、カップキング逆、ソードクイーン逆、戦車、ペンタクルスのページ逆、ソードのキング逆、吊るし人。はい。気をつけることや対策が、ソードの5の逆と、カップ6の逆、そしてオラクルは、ペンタクルスのクイーンの逆ですね。はい。逆が多いですけども、ちょっと解説していきます。まず2月の前半っていうのは、19日まではですね、非常にご自身の、喜びとか遊びとかレジャーとか恋愛とか人生にどんな喜びを入れていきたいですか、自分がどんな風に人生を作っていきたいですか、クリエイトしていきたいですかっていうところにエネルギーがもう集約しています。なのでいろんなことを思いついたり、あれをしてみよう、これをしてみようっていうふうに企画を立てたり、またはあそこに遊びに行こう、次はここに行こうみたいな、そういったいろんな生み出していくというエネルギーが強い時なんですね。で、その中でも、ちょっとね、2月の2日っていうのは、獅子座で起こる満月なんですけども、この時っていうのは、なんだか自分がクリエイトしたいものを表現していきたいものと、他者から求められているものっていうものが、どれぐらい一致してるんだろうかっていうことを気にしやすかったりとか、好きでやりたいことなんだけど、それを受け入れられるかどうかっていうことで、出すか出さないかをちょっと決めかねたりとかしやすいかなって感じがします。満月っていうのは非常にエネルギーが膨らんでいって、興奮状態っていうかな、いろんな感情が盛り上がる時なので、よく出ると、その情熱を注ぎたいテーマが出てくるとか、もっとこうしていきたいみたいな、次のスポットに次のテーマにスポットが当たるみたいなこともあります。でもすでにもう天秤座さんは、そうやってクリエイトする力がどんどん増えている時だから、逆にそれをどのように表現するのかなっていう興味がありますね。また逆に私の方が。天秤座さんどうですかって感じで、2日の満月のあたりどうでしたかって聞きたいぐらいです。そして、もう一つ2月の4日から、天王星という惑星がね、巡行に戻るので、少しこれまで例えば経済の流れとか、ちょっと心配していたことがあったとしたら、順調に戻っていくかなって感じはしますね。ここから2月の4日以降。で、やっぱり2月の14日から土星がお羊座に入る、そしてもう海王星もすでにお羊座に入っているっていうこの重要なタイミングっていうのが、天秤座さんにとっては特にパートナーシップとか契約っていうところに影響してくるので、これまでと同じような関係性というよりは、本当に自分が関わりたい人、心がほどけていくような優しさで人と関わりたいってなったり、またはそういった関係を作っていくために自分が努力したりとか、で、今までのような社交辞令のような関係性っていうのはもう続けていくのがしんどいなっていうふうになっていたり、溶かされていったりとかですね。何か関係性という関わり方に関して、大きく、進化していくタイミングが2月からあるよって思っておいてください。そうね。そして、ちょっと、見てみようかな。2月の17日が、日食ですけれども、
これでも何かを作っていく、決めるっていうのはとてもいい時ですからね。で、これ前半でって言いながら後半の話をしてるんですけど、もう早い人はもっとその前から感じたりするので、もう2月の前半からもう本当に何かをしたい、こうするんだってもう決める人もいらっしゃると思います。やっぱりカードでも現状のところでこの戦車っていうのが出てるので、どんな道だって進んでみせるとか、行きたいとか、やってみたいみたいな、そういった情熱やバイタリティっていうものがものすごく出てるんじゃないかなと思いますよ。で、なぜかというと、これまでちょっと足かせだったものとか、気になっていたものが外れたからって感じもします。カードで見た時にやっぱり入り口のところが、デビルの逆っていうのは、今まで囚われていたものとか、今まで怖くて動けなかったとか、気になっていたことっていうものから解かれる、鎖が外れたって感じがあり、もうやるしかないもんねとか、そういう開き直りかもしれないし、本当に怖いものが、怖いものっていうものを手放して、本来の自分の力でやっていけるっていう風になっているのかもしれませんね。なんかとにかくすごく突き動かされるような、エネルギーの中にいるっていう感じがします。そしてね、コートカードいっぱい出てきてるんですけど、やっぱそれだけやっぱり人との関わりが強いんですね。ただ、もちろん、天秤座の皆さんに優しくしてくれる人もいると思うし、天秤座さんが優しく気にかけてる方もいらっしゃると思うんですけど、なんだか人に対してやっぱりちゃんとしなくっちゃとかいう気持ちが強くて、ということは同時に人からもちゃんと扱ってもらいたいという欲求があり、他者の横柄な態度だったらちょっと失礼な態度にもピクピクってなっちゃいそうな感じもあります。もしくはそうなったら嫌だからっていうことで、ちょっと遠慮したりとかね、行動を止めがちなところもあるのかなという気がしますね。なので今のところ、2月の頭っていうのは、よし、頑張ろうみたいな、すごいクリエイティブな生み出していくエネルギーがすごく強いんですけども、やっぱり一番学びとなるのが対人関係なので、そこでもしくは契約とかね、なので、それに対してちょっと慎重になったり、ちょっと疑心暗鬼になったりして、暴走するのではなく、ちょっと止まってゆっくり考えよう。何が起きてるのかなとか、相手は何を誤解してるのかなとか、いや、自分は何を恐れていたのかなみたいなことをちゃんと考えてるような気がしますね。そして、ちょっとカード補足で見てみようかな。今出てきたのがワンドのエースにカップの9ということで、本来はやっぱり今起きてる出来事ってものすごく喜びにつながってるはずなんですよね。せっかく今まで囚われていたものから外れて、やっと自由だとか、やっともうそれが気にしなくていいんだ、だからもう行くんだって感じで、それはものすごい自分にとっての喜びのはずなのに、本当にちょっとした人の気配とか顔色とか言葉によって、ってなってみたりとか、そういう意味で考えさせられることがたくさんあるんだろうなっていうふうに思いました。でもこれは仕方ないことなんですよね。やっぱり今一番天秤座さんはパートナーシップでの学びが大きな時だから、何もなく、何の摩擦もなく、ただいい人と出会ってよかったねだけだったら何の学びにもならないので、あらゆるタイプの人と関わり、この人苦手だなと思ってたけど、こうやって付き合っていけるんだとか、もしくはもうこの人は私の人生には、この人に惑わされるのはもう嫌だということで完全にその人を切るとか、そういうのもあるかもしれないし、とにかく人に対して惑わされない。もちろん調和のエネルギーに満ちた天秤座さんですけれども、相手のエネルギーに飲まれないっていうところでの学びが始まっているので、もう早速いろんな人とか出てきているのかなって感じがしました。で、決してその人たちに傷つけられるとか嫌な思いするってことではないんです。ただなんだかちょっと慎重に様子を見ていこうかなって感じになってるっていうことです。そしてそういったことのやり取りとか関係性が全てにおいて、天秤座さんにとっては安定した、信頼関係のある状態にするためのステップだよって言われてる感じがしました。人っていい関係を築くために、自分が嫌な思いするとか、ちょっとここは、いいですよ、いいですよとか言って我慢するとか、引くとかいうこともあると思うんですけど、そうではなく、等身大の自分で関わっていけるようになるためのレッスンっていう感じがするんですね。なので、カードから言われている気をつけることとしても、ソードの5の逆に、カップの6っていうことで、これは、
もう古い自分を卒業して、新しい自分になっていくんだっていう、気持ちの切り替えがすごくできてるんですね。だけど同時に、やっぱり他者のことも気になるっていうのかな。自分だけが良ければいいわけじゃないっていう思いももちろんあって、それをどんな風にバランスをとって自分の中で答えを出していくのかっていうことを考えさせられるのが2月の前半なんだなって思ったんです。ちょっと、お仕事のこと見てみますね。仕事。カップのページということで、すごいいろいろ案が湧いてきそうですね。ソードの4。カップエースということで、本当にもうクリエイティブなエネルギーが溢れてます。なので、あれやってみよう、これやってみよう、これもいいかも、みたいな、もうどんどんアイデアが湧いてくるし、もうなんなら寝てる間にもそういう案が湧いてくるみたいな感じかもしれませんね。なので、生み出す力とか、想像力とか、イマジネーションとか、そういうのはもう抜群にいいです。そういうのを活用してお仕事されている方にとってはめちゃくちゃいい時期だと思っておいてください。そして自分を見せるとか、表現するとか、発表するとか、企画を立てるのもとてもいいです。ただ、ソードの4というカードも出ているので、あんまりにも生み出しすぎて、休むことを忘れないでねって感じもしますね。ちゃんとしっかり休めば、もう自動的にちゃんと生み出せるから、ずっとずっと働き続けるとか、生み出し続けるのではなく、ちゃんとオンオフをつけて、休むときは休んでくださいねって感じがしました。またお仕事に関しては何か一つちょっと保留にしておくことによって別のところが湧き上がるみたいな、そういうのもあるかと思います。はい。ちょっと人間関係見てますね。人間関係。星のエネルギーっていうのは常にいい側面と、注意する側面と両方あるんですね。その人がどれぐらい気づきを得てるかによって、いくらでもいい側面の方に使っていけます。なので、例えばですけど、本当に理想とする人と出会えたとか、いい関係が生まれたってなったら、その関係を大事にしたいからこそ頑張れますよね。だからそういう風に出る人もいるだろうなとは思います。でも今までの関わりとはちょっと違うのでね、カップの3。そしてペンタクスの6。これ大きいような気がしますね。節制ということで、ペンタクスの6とか節制っていうのはすごく象徴的だなと思いますが、もちろん友達関係とか、そういう仲間との関係は全然いいですっていうふうに言われています。ただ一番言われているのは、天秤座さんってやっぱり相手とうまくいきたいっていうエネルギーがすごく強いので、相手が、白だったら、私黒にしますねとか、相手が黒って言ったら、じゃあ私白にしますねということで、いい形でバランスをとっていたんですけれども、そのバランスを取るやり方がちょっと変わってくるよって感じで言われてますね。特にペンタクスの6っていうのは、例えばこれまで自分はこんなにも何かをしてあげたら、きっと相手は私を認めてくれるはずだとか、こんなにしてあげてるんだから、きっと相手にとってはいいことだという感覚から、自分が何かをしてあげるとか、エネルギーを差し出すとか犠牲になるっていうことではなく、自分が自分で立っている状態だからこそうまくいくっていうような、関係性に変わってくるということです。例えば、わかりやすい例で言うとですね、すごく強い、決断力のある A さんという人物がいるとします。で、それに対して、天秤座さんは、その A さんの決断に、ついていくとか、フォローするとか、サポートするっていうのがすごく良かったとしますね。これはそれで今までうまくいっていたとしたら、もちろんその方法もこれまで通り使えるんですけれども、これから来てる学びっていうのは、A さんが決断力があります。でも、天秤座さんも天秤座さんで決断します。これがいいと思う意見があります。その意見と意見が重なって、新しいものに化学変化していく、より強いものができるみたいな、よりいいものになっていくっていう感じがあるので、対等なんだという学びが来るなっていう感じがしますね。はい。いろんな面において、関係性において学び、特に人間関係っていうのは幸せを感じる、一番強い部分ですから、そこが今磨きがかかってるってことですよね。
そんな感じかな。ちょっと、ちょっともう一枚だけ引いてみようかな。特にお仕事運っていうのはある時なので、契約を通してとか、個人的なパートナーシップに関しても、なんか重要な関係性っていうのが生まれそうですけどね、今出てきたカードっていうのが、面白いカードなんですけどね、これはね。なんて言ったらいいのかな。ちょっともうちょっと引いてみます。やっぱり、天秤座さんが見る他者の見え方っていうのも変わってくると思います。今まではさっき言った決断力にあるリーダーシップのある A さんが素敵って思ってたとしたら、だんだんそう思えなくなってくるみたいな、自分の意見もちゃんと聞いてくれる人の方がいいなというふうに思えてくるとか、そんな感じでこれまでの理想像みたいなものがちょっと変わってくる感じもしますね。これは別に2月の前半だけじゃなくて、ここから始まる関係性という形なので、ここでも恋人たちっていうカードが出ているので、本当に重要な関係性と関わっている可能性は高いです。でも重要な関係性であればあるほど、自分も重要な人物にならないといけないんですよね。自分自身がね。ということで、ちょっと最後に2月前半の、オラクルカードを引いてみたいと思います。天秤座さん。はい、どうですか？このカードが出ました。ぜひ皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。とにかく明るく希望を持って楽観的に言ってください。新しいことが始まりますよっていうようなメッセージに受けました。はい。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。